ご視聴ありがとうございます。新型のツインパワーが入手できました。何か注意点が書いてある紙が一番上に入ってました。内容を要約すると、落下などの衝撃でスプールが動くけど故障ではないってことみたいです。ハンドルは普通ですね。ノブのクリアランスが少なくていい感じです。付属品です。スプールワッシャーとは別のものも入ってます。アンチツイストフィンの部品ですかね。本体とご対面です。なんか油膜がついてて少し汚いです。さすがにいいものですね。巻き心地は相当滑らかです。今までストラディックでも十分だと思ってましたが、全然違いました。ただ、ベールのラッチとの環合が悪いのか、違和感が少しあります。音が鳴ったり鳴らなかったりします。その他は一切不満がありません。ということで、使ってもないのに不満がない理由を分解して確認します。完全に頭がおかしいです。スペックはカタログを見ればわかりますが、内部を肉眼で見てみたいです。この動画では分解の手順が見られますが、真似しないことをお勧めします。今回の目的は内部の公開と新品のグリスの塗布量などを見るためです。ですので、内部が気になるだけの方はくれぐれも自身で分解せず、映像だけで満足してください。保証が効かなくなりますし、修理を受け付けてくれなくなるかもしれません。デュラクロスが入ったドラグです。ここは中を見ても新しさはないと思うので分解しません。内部にはベアリングが1個入ってます。思ったよりはグリスが塗ってある印象を受けました。スプールエッジは今回からステラと同じくバリアコートスプールリングになっているみたいです。触ってみてもよくわからないですが、傷がつきにくいみたいです。台話もそうですが、スプールワッシャーの抜きにくさにいつもストレスを感じます。ここは 0.89mm の六角レンチで回せます。19ストラディックと同じです。ここは 12mm のレンチで回しますが、やはり逆ネジです。ここはベアリングにできそうですね。オーリングが入っているので、ベアリングにすると防水性が失われますが、変えてみようと思うのでサイズを測っておきます。外径が 8mm、内径が 4mm、厚みが 2.7mm でした。厚みが少々特殊でちょうどいいものはないです。3mm を無理やり入れるか 2mm を入れてワッシャーで調整するしかないですが、ストラディックで使った 3mm 厚の840が余ってたので、それを使ってみます。ローター外したらなぜかベールの違和感が治りました。とりあえずここでは原因の追求はしません。ローターはアルミで合成は高めです。個人的にはボディがオールアルミで、ローターは樹脂の方が嬉しいです。重心はできるだけ後ろに寄ってほしいですが、それならセルテート変えって話ですね。そのせいか、セルテートの方が巻き出しは軽い感覚があります。ここはシマノのいつもの防水方法ですね。結構手につくので厄介です。グリスの種類は触った感じではシリコンでしょうか。
分解は躊躇してましたが、このビスを緩めた瞬間から後戻りできなくなりました。ネジロックの種類変えたんですかね。ツインパワー以上からはこうなってるのかわからないですが、いつも青だったのですが赤になってます。このワッシャーの目的が分かりません。内部です。メインのギアは色からするとジュラルミンだと思います。A6000 番台以上でしょうか。ギアへのグリスはこんな風に塗っていたのですね。ディスペンサーか何かで適量を等間隔で置いていっているようです。インフィニティクロスは見た目では全然わからないです。私のアルテグラみたいにビスがいきなり舐めているような問題はありませんでした。こちら側のボディは CI4 なのでプラです。半プラと言われて評判が悪い部分です。反対側のアルミと接合されるので、私の釣りでは大きな問題にならないです。魚をかけて巻いた時にどうなるかですね。多分私は気づかないでしょう。蜜巻き機構なのでシャフトの上昇がめちゃくちゃ遅いです。特別なことはなさそうなので、ウォームシャフトを搭載しているアルテグラより上位の機種であれば搭載できそうですけどね。そこは差別化をしているのでしょうか。ウォームシャフトについているギアのこの取り付け方法は初めて見ました。スプリングがついてます。巻き心地に影響するのでしょうか。ある一定の負荷がかかると若干の変化をさせるためのものだと思います。ウォームシャフトにはベアリングが追加できそうです。下側のブッシュは外径が 6mm、厚みが 2.4mm、内径が 3mm のもので対応できそうです。ミネビアでいうと DDL630GG が対応できそうですが、厚みが少し心配です。上側は厚みが 1.5mm、外径が 5mm、内径が 2mm です。ミネビアだと DDL520 ですね。こちらは心配なさそうです。ローラークラッチはこの動画と同じような抜き方はやめた方がいいです。ローラークラッチはリールを逆さにして抜いた方がいいです。バラバラになって絶望感を味わえます。実は私はバラバラになりました。慣れてない方は修復不可能になる可能性があります。ピニオンギアはウェーブワッシャーが入っていて私好みでした。シム調整する可能性があるので軸の径を測定しておきます。ここにもスプリングが入ってます。目的が全然わかりません。部品をなくさないように一部は戻しておきます。ラインローラーのビスもネジロックが塗布されています。ローラー本体は一体化されてました。これ以上の分解ができません。ここはベアリング追加することもできなさそうなので戻しておきます。はい、分解が終わりました。内部で目に見える部分ではストラディックと変わらないですね。違いは材質ぐらいでしょうか。しかし巻き心地は明らかに違いました。ところどころにスプリングが入ったりしていましたので、細かいところで向上させているのかもしれません。では次回はベアリングを3個追加してステラと同じ 12BB にします。